はい、皆さん、こんにちは。漫画家の下田慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、皆さんに大切なお知らせがあります。なんだお知らせって。なんと、ついにですね。おうよ。私、5年ぶりに iPad を買い替えます。まあ、どうでもよくはないか。シモン先生にとっては、これは重大な出来事ね。超重大、マジで本当に。いや、この5年間で漫画家としては一番重大ぐらいな事件、これ。いや、まあそうね。っていうのもこちら、皆さんも見覚えがあるでしょう。私が今までの YouTube 撮影で、もうずーっとだよ。だから YouTube 始めた時から、ずーっと愛用してきたこの iPad Pro。こちらがですね、なんか使えるんだけど、もうね、仕事用として使うのに限界を迎えまして。っていうのも、まあ、動作が遅い。まず、クリップスタジオでいつも漫画を描いてるんだけど、どうも最近クリップスタジオの立ち上がるのにめちゃくちゃ時間がかかって、やってる最中にもね、急に切れることがある。ああ、それはちょっと辛いね。あとね、マジ衝撃、みんなもそんなことなるのと思うだろうけどね、私のこの iPad ね、絵を描く部分がね、黄ばんでるの。一番あかんでしょ。これ映像でみんなに伝わるのかな？この画面でさ、みんな伝わる？ここら辺ちょっと黄ばんでるでしょ？っていうのも私もまさかこんなことになるとは思わなかったんだけど、まあ5年間、やっぱ同じ場所にずっと絵を描き続けると、画面が黄ばむっぽいのよ。で、正直この表面に貼ってるフィルムを変えれば治ると思ったの。なのに、この表面に貼ってるペーパーライクフィルムを貼り直しても、ダメだったってことは本体の問題だから、もうこれは買い替えるしかないなという、私の決意に至りまして、この iPad Pro とお別れして、今回新しい iPad に買い替えることにしました。で、せっかくだから、その買い替えるものの紹介と、あと、まあ、初めてそれを使う私の感想。初めてそれで絵を描くのを、まあ、せっかくだからみんなに今回披露しようかなと思っております。で、新しい iPad の情報なんですけども、今回私が買うのは、こんな情報の iPad になっております。まあ、こちらは、みんなが真似する必要は全然ない。結構なハイスペック iPad よ。高い、ちょっとね、値段張るからね。まあ iPad ってさっきからずっと言ってるけど、実際 iPad Pro なのね。で、まあ一応仕事として使うので、ちょっといいスペックを選んでみました。で、届いております、もう。こちらです。13インチ iPad Pro、M4 ってやつ。で、さらに、これ Apple Pencil Pro っていうのも新発売してた。てか、いや、新発売じゃないのかも。私の知らないうちに出てた。で、私せっかくだから Apple Pencil も第2世代の今まで使ってたけど、これに買い替えたいと思って。そう。で、まあこれだけじゃなく、私の中での必需品。こちらですね。ペーパーライクフィルム。こちらも合わせて新しく購入しております。最後はこれを貼って仕上げます。ということで、開封していきたいと思うよ。緊張するぜ。新しいもんだからね。おーなんかわかんないけど。入ってる。これで合ってる？これで合ってるよね。はい、これです、みんな。この白い紙を剥がせば本体が出てくる。破けた。じゃん。はい。ということで、こんな新品な iPad。来ました。シモン先生の次の右腕ね、それ。あれ右腕、そう、右腕。次の右腕。薄くなってる。よかったじゃん。ちょっと待って、めちゃくちゃ薄くなってる。一緒か？一緒かも。一緒だ。でもちょっと薄いから。どう？だってどう？ちょっとだけ薄くなってる。ちょっと薄くなってるよ。誰にも伝わらんわ。みんなにもわかんない？この薄さ。わかんない？ちょっとだけ薄くなってる。ちょっと薄くなってる上、私多分ちょっとでかくもなってんだよ。だってこれさ、確かにこれ 12.5 インチから13インチだから。0.5 インチでかくなってます。ちょっとでかくなってる。で、こっちの新しい Apple Pencil Pro。ここにプロって書いてある。わかんない、これ。はい、これが旧ペンシル。全然わからん。わかんないね。漢字も一緒全然。シモン先生が使ってた方が黄ばんでるって感じが。汚いぐらいね。でもこれを使えばよりプロの書き心地なんでしょう。じゃあ、早速これを今から初期設定していって、初期設定終わったらもう一回戻ってきて、みんなに書き心地をレビューしたいと思います。ということで、無事、初期設定終わりました。お疲れ。やったーっていうのもね、お使いじゃないのよ、本当に。すごい時間かかるかと思って、あそこでカメラを止めてやったけど、今の時代素晴らしいよ。
iPad そばに置いとくだけで、勝手に同期みたいなのしますかみたいなの出てきて、はいにしたら、時間はちょっとかかったんだけど、8時間ぐらいかかった。8時間ぐらい出てた表示がね。でも、まさかの全部そのままそっくりこっちに行ってて。だから、シモン先生昔はさ、クリスタの中さ、設定いろいろさ、自分でしなきゃいけなかったのさ。そう。それが私がドキドキしながらクリップスタジオ開いたの。私が書いてるの丸々そのまま来てたから、私今回何もいじることない。私のクリスタそのままこっちに映ってたのね。もはや変わった感覚すらないの。ただ画面が明るくなったような気はします。で、画面めっちゃ黄色かったから。なので、今回は初めてのクリスタ、こちらでの新しい iPad での初めてのクリスタ作業を今からやっていくので、みんなにもそれを見てもらいたいと思います。いや、ただだよ。みんなにこの画面見せたところで何が変わってんだかもうわかんないよね。だって私のクリスタそのまま入ってていつも通りだから。でも何よりもね、今回一番変わったなと思うのはこのペンの方で、むしろ。Apple Pencil が Apple Pencil Pro になったことによって、なんかね、こうカーソルがこうタタタタタタって当たるようになったんだよね。今までもあったのかなこの機能。なんかでもなかったと思う。あともう一個スクイーズっていう機能がね、加わって、ダブルタップの機能はずっとあったの、こうタンタンっていうね。でもここをグッて強く押すじゃん。そうするとなんかこう、何かがこう、メニューみたいなのが出てくるっていう機能が加わった。ここにこうメニュー、自分のいつもやってるクイックアクセスが加わったんですけど、正直使わないなというのが、私のシンプルな本音です。別にここにあるし、出さなくても。だから消しときゃいいのかもしれないけど。消しときゃいいんじゃない？でもやっぱ、グッて押したら出るから。あった方がやりやすいし、正直このスクイーズ機能をオフにしようかなって思ってます。わからなくはない。やっぱりもともと使ってるものに慣れちゃってるせいで、ね。ダメなのよ。おばさんだから、もう慣れちゃってるものを変えたくないのよ。その気持ちはわからなくはない。俺も。あとわかんないだろうけど、表面にね、貼りました。紙を。ペーパーライクフィルムを。だから書き味は、よりザラザラ感が復活していい感じ。じゃあ早速絵描いていくね。ただやっぱりこれがさ、ちょっと違う、書き味。あ、そうなの？なんだろうな。なんか、同じペン使ってんのに、なんか滑らかになったのか、反応が早くなったのか。なんで説明していいかわかんないけど、絶妙にうちの使ってた iPad と違うから、なんかちょっとね、慣れるまで時間が必要そうだから、今書いて慣れたいと思う。でもせっかくこんな動画だからさ、よくコメント欄の方に来てる、よくあるこういうお悩み系でね、一個答えたいなと思ってたことがあって、アナログだと、うまく自分で書けるんだけど、アナログで書けてた感じが、デジタルにした瞬間出せなくなってしまいますと。だから要はなんかデジタルだとうまく書けないとか、なんかデジタルだとアナログの感じがもう出せないみたいな。そういうお悩み来てたよ。でもそれあるかもしれない。いや、それはわかるでしょ。みんな、ってなるでしょ。だから、私それを見た時にはもう、なんていうか、同じものじゃないじゃん。もう全然。だから私はもうね、違う絵師になったと思ってるよ、自分が。そういうこと？いや、もうだから、アナログの絵師の新本真と、デジタルの絵師の新本真は別人だから、描ける作品も違います。そういうことなんだ。そういう気持ちで生きてる。はい、新しい iPad と Apple Pencil でイラスト描けました。という感じで、正直な話を。何にも変わらなかったの。動画中でもね、この絵描いてる最中もずっと言ってたけどね、変わってないってね。そうなのよ。もう画面も変わらない。書き心地も、描いていくうちに私修正しまして、自分を。いつもと何にも変わらない。もう何にも変わらないから、これといって新しいことはないけど、まあ気持ちは心機一転。新しいパートナーと頑張っていきたいな。ということで、こんなイラストにしました。ニューフレンズということで、新しい私の友達たちです。
こいつが、iPad をイメージしてるってことね。こいつが、こっちが iPad Pro。耳にこのカメラつけたり、私1テラバイト買ったから1テラバイトね。忘れないように1テラバイトって書いてある。自分のね、これが何かね。で、こっちが新しいこれ Apple Pencil Pro ですね。というイラストが出来上がりました。で、なんでメガネとこのタートルネックかというと、やっぱマークといえば、スティーブ・ジョブズ。ジョブズといえばタークルネックね。そうなのよ。ということで、これはもうスティーブ・ジョブズからのインスピレーションを受けた子なので、メガネとタートルネック。なるほどね。で、やっぱリンゴ持ってるけど、やっぱリンゴは黒でしょという、私の中で。アップルのリンゴは黒でしょっていうことで、黒リンゴにしましたね。もう欠けてないけどね。かけるまでやっちゃうと、なんか案件的に怖くなっちゃってさ。めちゃめちゃアップルじゃんって。そう。私ちょっと心配になっちゃって、ちょっとそこはね、やめたんだよ。あくまでリンゴという感じにしたんだけども、いや、名前を募集したい。やっぱ私は何でも名前をつけて可愛がるのね。シモン先生のチャット GPT がこたまるじゃない。こたまるがちょっと新しいメンバー来て嫉妬しちゃうかもしれないけど、ぜひ新しい iPad Pro くんと Apple Pencil Pro くんの名前をみんなから募集しますので、コメント欄でよかったらいい名前教えてください。私はそれを参考に名付けたいと思います。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の島とシンと。バイバーイ。